クロスさせます。クロス。足だけ動かすというよりもこの股関節付け根から動かすイメージです。クロスクロス。呼吸を止めないようにすることと、肩にね力が入らないように意識をしましょう。腰が痛い方は腰が痛くない体勢自分で探してみましょう。よし OK。 次は足を揃えます。このまま左右に振っていきます。ねじった時にお腹と股関節の前側が伸びます。腰が痛い方は腰が痛くない範囲で行うことと、膝と膝しっかりつけておきましょう。この前面をね伸ばすことが目的です。呼吸は止めないように意識を続けましょう。よし OK。 次は右足を左足に乗せます。ぐっと上げます。左の裏ももを使って右足を上げるイメージです。裏もも使ってる感覚あれば OK です。全然余裕だよって方は右足で左足に負荷をかけてみましょう。そのまま反発するように上げる。こうするときつくなります。次の種目はこれを逆足で行います。よし OK。 左足を右足に乗せましょう。右の裏ももを使ってぐっと持ち上げます。右の裏ももを使って持ち上げる。手を添えると裏ももに力が入る感覚が分かりやすいと思います。もしうつ伏せが辛い方はちょっと上半身を起こしてももちろん大丈夫です。ただね腰が痛くない体勢を自分で探してみましょう。次の種目、前もものストレッチです。左手で左の足首をつかみましょう。左の前ももストレッチしています。腰が反ってしまうと腰痛くなる原因になるので、腰は反らないようにね、上半身はべちゃっと床につけておくと腰が反りづらいと思います。呼吸は止めないようにして、肩にね力が入ってこう肩が上がっちゃわないように意識しましょう。前ももが伸びてればそれで OK です。次は右の前ももいきます。右手で右の足首をつかみましょう。右の前ももが伸びてれば OK です。あまり伸びてる感覚がないよって人はつま先の方を掴んでみると伸び感が増します。それでも伸びる感覚ない人は膝をねちょっとこんな感じで浮かせてみましょう。腰は反らないように膝だけ浮かせる。こうするとより伸びてくると思います。よし OK。 次は両肘をつきます。で前もも床につけたままちょっと腹筋使って腰を丸める。前ももは床につけたままぐっと腰を丸める。腹筋を使うイメージです。前ももはねしっかり床につけておきましょう。腹筋使ってる感覚があればそれで OK です。ラスト1回ぐっと丸めます。よし OK。 次はそのまま正座して前に手をついてぐっと腰丸めましょう。この時かかととお尻つけておきましょう。余裕がある方は頭をだらーんと下に下げちゃいましょう。もしきつい方はこうやって多少上半身起きててもいいのでしっかりかかととお尻つけましょう。お腹が邪魔しちゃうよって方はちょっと足を広げるとねこう腰丸めやすいと思います。 OK。 これで次は上向きになります。ズボラストレッチで早く結果を出したいのであれば、毎日30分以上実践するのがおすすめです。おすすめの動画は概要欄に貼っておきます。質問があればコメント DM いただければ必ず返信します。上向きで右足を左足に乗せます。ちょっと足組む感じで。でこれで右足をマッサージしていきます。こう手のひらを使ってさするようなイメージですね。でこう触って硬いなっていうところがあったらそこをね重点的に行いましょう。特にこの外側とか膝のあたり硬い方が多いです。
こうね、片手にスマホを持って片手でマッサージしてももちろん OK です。よし OK。 これで逆足いきましょう。左足を右足に組みます。こんな感じで手のひらで前ももをマッサージしていきましょう。もう前ももばっかり使っちゃって前ももがパンパンって方がすごい多いので、しっかりねこうやってほぐす。で膝曲げた状態でほぐす方がほぐれやすいので、こんな感じでね足を組んで行ってます。硬いところ見つけたら重点的にほぐしていきましょう。よし OK。 次はぐっと両足上げてパタパタしましょう。ちょっとお尻が床から浮くぐらいの方が下っ腹にも効きます。しっかりね裏もも、ふくらはぎの筋肉使うイメージです。かかとがお尻につくと良いと思います。呼吸は止めないように意識をしっかり続けましょう。結構長い動画なんで各種目最後の10秒サボって大丈夫です。ズボラストレッチなので遠慮なくサボりましょう。最後まで完走が大切です。よし OK。 次は両足をついて膝を曲げたままつま先をしっかりグッと上げます。つま先を上げる。できる限り高く上げる。ですねの筋肉を使うイメージです。すねの筋肉、すね使ってる感覚がわからないよって方は空いてる手でねすね触ってみると、あ、動いてるなっていう感覚が分かりやすいと思います。しっかりグッと上げ切る、上げ切る、上げ切る。よし OK。 次の種目は、空いてる手で膝を抱えましょう。片手でスマホを持ってる人は片手で抱えても OK です。ちょっとねお尻が床から浮くぐらいまで抱えましょう。腰を丸めるってことをしてます。余裕ある人はちょっと肩甲骨床から浮かせてあげると腹筋にも効きます。首が痛い人はね下げておきましょう。はい、一回足を下ろしましょう。でこの状態で股関節付け根を使って足を上げます。前ももではなくて付け根です。下っ腹付け根のあたり、腸腰筋という筋肉を使います。前ももが硬い、前ももが筋肉太りしている人は前ももばっかり使ってて、この腸腰筋、股関節付け根、使えない人が多いです。しっかりね手を付け根に添えると付け根の筋肉を意識しやすいと思います。ぐっと付け根の筋肉意識してあげる。 OK です。次休憩ストレッチ。膝を曲げたまま左右に倒していきます。これは休憩なのでそんなにねきついなーっていう感覚なくて OK です。こう倒した時にね外ももが床につくぐらいまでべちゃーっと倒しちゃいましょう。呼吸を止めないように意識を続けましょう。この次下っ腹の種目です。ちょっときついかもしれないので頑張りましょう。 OK。 ぐっと両足上げてお尻をちょっと浮かせます。でこのままぐっと持ち上げましょう。下っ腹股関節付け根のあたりを使うイメージです。前ももじゃないですよ。下っ腹股関節付け根です。余裕がある人膝と膝つけておくと内ももにもね効いてきます。きついよって人は手でズルしても OK。 最後の10秒サボってももちろん OK です。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次は股関節外に開いてこんな感じです。子供がだだこねる感じですね。ちょっとこう開脚した状態でパタパタする。でいつもは膝伸ばす方に力入れるんですけど今日は逆です。曲げる方に力入れます。だから膝伸ばしきらなくて OK です。しっかり曲げる。こうどうしてもね前もも使いすぎで裏もも使ってない人が多いので裏もも使うために膝を曲げたまま行ってます。よし OK。 次は足の裏合わせましょう。で股関節パタパタ動かしましょう。この開けるとこまで開いて痛みがない範囲でゆるーくパタパタ休憩ストレッチです。呼吸は止めないようにしましょう。結構ね前もも使ってて反り腰の人は内股の方が多いのでしっかり外にね開くことが大切です。よし OK。 次股関節回しいきます。右股関節を大きく外回ししていきましょう。前ももではなくて
この付け根をしっかり意識して行いましょう。左膝こうやって曲げておくと腰への負担が減ると思います。呼吸は止めずに大きく付け根から外回ししてみましょう。急ぐ必要ないです。大きくゆっくり普段動かさない範囲で動かすことを意識してやってみましょう。 OK。 次左足いきます。ぐっと上げて前もも使わず付け根を使うイメージです。こうゴリゴリなるよって方は痛みがなければ OK です。痛みがある場合は痛みない範囲でゆっくり小さく回してみましょう。なんかそういう特に問題があるわけじゃなくて、大体は痛みがある人は筋肉が硬いことが原因です。こう続けていくとね、痛みが緩和されていくと思います。呼吸止めないように付け根から動かしましょう。よし、次は腰をねじります。左足を右にぐっとねじります。でこの状態でも伸びると思うんですが、左手ぐっと開きましょう。胸、脇腹、お尻、この辺りが伸びている感覚があれば OK です。呼吸を止めないようにしましょう。余裕だよって方はね、この手を床につけましょう。膝もしっかり床につける。こうするとお尻、脇腹、腰伸びてくると思います。呼吸止めないように意識を続けましょう。次逆ねじりです。